はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。2023年本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は2023年の星のハイライト、どんなことが起こりやすいかと、主に1月から3月までの流れを解説させていただきます。水亀座さんにとって2023年がどんな年かと言われると、制限から脱却し、新しい視点を得られる1年になりそうです。制限からようやく脱却できるんですよ。そして新しい視点を手に入れる。そんな年ですね。そして起こりやすいこととして言うと、まず仮面を外した自分になれる。そして人生の流れがなんだか早くなります。展開が早くなります。そして制限を取っ払うようなチャンスがじゃんじゃん来ると思います。また逆の視点から状況を判断できるような、そういった新しい視点も身につきそうですね。そしてお金に対しての価値が変わってきます。それと努力に関係なく知人友人が増えそうな流れです。ちょっと解説していきますね。まず先ほどのね、努力に関係なく知人友人が増えるって言ったんですけども、2023年も1月に入ってからすでにもう若干勢いのある流れの中にいます。ものすごく行こうかなと思ったらスッとそっちに行ける。じゃあこうしてみようかなと思ったらその情報が入ってくるみたいな、ちょっと流れがスムーズな、あまり障害とか摩擦が少ないような運勢の中にもうすでにいますので、ご自身がどういう付き合いをしたいかとか、こういう話がしたいっていうその思いに必要なものがスーッと現実に現れてくるみたいな感じです。現実社会で言うと一番多いのは、知人友人が増える。自分が移動した先で知り合いが増える。自分は勉強したいなとか、この情報欲しいなと思った時にまたその知り合いが増えるみたいな形で、努力するしない、もちろん本当に仲良くなるにはある程度の努力は必要ですが、努力云々っていうよりも今年の前半はそういった知り合いが増えやすい時なんだなってまず思っておいてください。なので、じゃあもし知り合いが増えやすいとしたら、どんな知り合いが欲しいだろうか、どんな友達を作りたいだろうか、何に対して自分の知性やコミュニケーションを使いたいだろうかっていうのを選んでくださいね。そしてもう一つ、その友達が増えるっていうのは現実的にはそうなんですけど、ネットの世界ではもう SNS がものすごく活性するとか、情報 SNS を通していろんな人とつながれるっていう、IT をふんだんに使える時期とも言えるので、水亀田さん比較的得意な方が多いと思うので、 IT 新しい機械デバイスを取り入れたりとか、そういったネットを活用して自分の世界知性っていうのをふんだんに作っていける前半があるよって思っておいてください。でその中で大事なことっていうのは、そうやってせっかく新しく知り合う仲間とか、その中で変に自分をごまかしたりとか、こういうふうに見せなくちゃいけないっていうのは全然必要ないんですね。ですから仮面を外した自分で関われるって思っておいてくださいね。特にネットの世界ってそういうのありだと思うんですよね。本名や顔も明かさずにアカウントだけでつながれるっていうのもあると思うし、逆にそうだからこそ本音を言えるとか、本当の自分を表現していけるっていうふうにもできますので、意識的には外に見せる顔をあえて作らなくても、本来の自分で人と関わっていけるんだっていうのがまず1点目ですね。そしてその先ほど人生の流れが速くなるって言ったんですけども、これは全体の動画のところでも天気の話で、水亀田さんは過去3年ぐらい土星の制限とか忍耐とかっていうのを結構その若干ちょっと重たい空気の中で歩幅前進で進んできたみたいな感覚の方も多いと思うので、それがようやく歩行前進になるっていうか、何だったら乗り物乗って進んでいきますかみたいな時なんですよね。だからなんか重たい空気の中で一生懸命もがきながら進むっていう世界観がもう終わるっていうことなんですね。であとは自分が走りたかったら走ればいいし、乗り物に乗りたかったら乗り物に乗ればいいし、歩きたかったら歩けばいいみたいな、ちょっと進んでいきやすい流れの中にいるので、それが特にもう1月入ってからすぐですね、5月まではそういう流れにあるので、流れがスムーズで早い、展開が早いです。でこういったなんかスムーズに動きそうだし展開が早い時に、あえて制限を引きずっていかなくていいっていうのがあるんですね。で、自分が思い込んでただけだった、これいらなかったぽいみたいな感じで、今までの過去2、3年に
いい意味で言うと培った感覚とか、その中で苦しい中でやってきたやり方の感覚っていうのも、もう2023年は外していきましょう。流れ早いですからみたいな、そんな重たい荷物持っていきませんよって、必要なものだけ持っていきますよみたいな感じだと思っておいてください。そしてこの逆の視点からの状況把握へっていうどういうことかって言いますと、数年前にね、風の時代が始まったとかいろいろ言われてましたけど、水亀田さんはとにかく自分らしくあるっていうことが一番自分の人生を可能性を開いていくポイントなんですね。じゃあ自分らしいって何っていうのがわからないっていう方も多いと思うんですが、それを見つけていくのに非常にふさわしいんです。せっかくなんか重たい空気感も外れて、友達もできそうで、必要な情報も入ってきそうでってなった時に、なんか自分探しの旅に出ようでもいいし、人の中に入って関わってみて、こういうの嫌だなとか、こういうの好きだなって自分を知っていく旅ができるみたいな感じなんですね。で、その中で与えられる環境とか、今ある環境で仕方ないんだって思っていた感覚から、ちょっと待って、これって変えれるんじゃない？こうしたらっていう視点に変わるように促されてるんですね、これは。どうやったらそういうふうにじゃあ考えられるようになるんですかって言った時のポイントっていうのが、本当の自分はどうしたいんだろうかっていうのがもう全てのポイントです。水亀田さんみんな、みんなですけど、他の先生もそうですけど、みんなそれぞれ一人ずつ違ってて、それぞれの特技がある、それぞれ好きなことがある、それが一つの判断基準になって、考え方や状況っていうのを作っていけるよっていうことを、これから経験を通して学んでいくので、まずはもしかして状況変わるかもねっていうところでの視点を持ってみてください。持つようにちょっと意識してみてください。それとお金に対しての価値が変わるっていうのは、これはですね、例えば今まではあんまりお金のことを考えずに使ってきた、その場その場でいいやって使ってきた方が、やっぱりお金って便利だよねとか大事だよねっていうことで、長期計画でちゃんとこういうふうに貯めていこうっていうふうに、お金に対して妙に真面目な感覚っていうのが出てくるんですね。これ面白いですよね。言ってみたら皆さんなんとなくですけど、じゃあ自分が自由になるとか流れが速くなって自分の個性で生きていくってなったら、じゃあお金どうするのって思う方がもう大半だと思うんですね。で、お金さえあれば自由にできるって思う方も多いと思うんですが、それが実はお金にコントロールされてる自分じゃなくて、自分がお金をコントロールするっていう、自分がしたいっていうことになっていくので、お金に対しても賢く付き合っていく、真面目に取り組むようになるっていうのが大きなポイントだと思うんですね。ですので単に、一般的にちょっと先生術ご存知の方でしたら、なんか土星っていう忍耐とか制限がお金のハウスに入ってきたらお金に困るんじゃないとかって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それはお金にコントロールされているという思考のままで捉えると、自由にお金を使えないみたいな感覚になるかもしれないんですけど、逆に自分がもう新しい自分の感覚、どれだけ自分の感覚を信じられるかによってお金って変えられるんだっていうことを体験していく、もう本当に真逆の発想なんですね。これが逆の視点からの状況把握へっていうことにもつながるんですけど、自分の感覚が変わりさえすれば、いくらでもお金も変わるし状況も変わるしっていうことを体験していける、そのきっかけの年っていうことです。ですからもしかしたら中には本当にね、なんかお金のことちゃんとしなくっちゃって、今まで入ってきた収入と違うわってなるかもしれませんが、それもヒントってことなんです。今までずっと同じだけの収入があるからこの中でやっていけばいいんだわっていうのは、その限られた制限の中で自分を自由にしようっていう思ってるってことなんですけど、それさえも全部取っ払えるってことなので、っていうことはみたいな感じで、もう思考をできるだけ柔らかくして自分の可能性を見ていくようにしてください。これは難しく感じる方も多いかもしれませんが、できるはずです。そういうふうに促されてる、制限から脱却していく年ですから、そして新しい視点を得る年ですから、まずそこから自分でどういうことって思いながらも考えてみてくださいね。もうそれがもうすごく人生が楽しくなるポイントですよね。それともう一つですね、重要なポイントがありまして、全体のところでもこれも言った3月から冥王星というね、
もうなんか破壊力満点の星が水亀座に入ってくるっていうことで、これは今から20年間ずっと水亀座に滞在するので、じゃあ20年間ずっと破壊と再生を繰り返すのかって、そういう意味ではないです。これは深いところにある本当の自分の力にアクセスしますかみたいな時なんです。これはもうすごいですよね。もうすごいっていうか、この1年2年の運勢がいいですね悪いですねみたいな、そういう話ではなくて、大きな人生の流れ、宇宙の流れの中で水亀座さんは自分の力どれだけ確認できるんですか、どれだけ信じられるんですかって言った時に、もう本当に細胞レベルの先祖とか、自分が今生きてるこの細胞の元をたどれば親の DNA を受け継いでいたとか、その親もまたその親の DNA を受け継いできたっていう、ずっともしかしたら自分の輪廻転生からの流れかもしれないし、先祖代々からの流れかもしれないし、深いところの自分の特技とか力とか生きてる意味みたいなものにアクセスしていく20年っていうことなので、人によってはもう人生が本当に変わって本当の力を思い出すっていう方も増えてくると思います。ただ20年間ずっとね、じゃあどうなのこうなのっていうわけではないので、まずは何かしらの本当の自分の強さを知るきっかけっていうのが3月から6月にまずお試しであるんじゃないかなって思います。これはめちゃくちゃ楽しみです。で、特になんですけど、もう本当に大当たりっていうのが1月20日生まれか21日生まれの水亀座さんはおめでとうございますって感じです。もう本当に人生変わる転機ですよねっていう感じ。2024年も2年ぐらいかけて人生変わっていくので、社会的に認識している自分像や自分の生き方っていうものを変えるチャンスがあるっていうことです。大きなテーマです。これ一生に1回しか来ない流れなので、1月21日生まれもしくは20日の水亀座さんですね。頑張ってください。こういう星の動きって、私お羊座なんですけど体験できないんですよね。やってこないからお羊までね。なのでそれこそ今さっき言ったその輪廻転生だったりとか魂の奇跡だったりとか親のことだったりとかっていう、なんか長く続いてきた本当に自分の DNA に受け継がれてる何かっていうものが少しずつ力を持って本当の自分に目覚めていくよみたいな時なので、感動的じゃないですかこれって。じゃあ水亀さん全員がそうなのって言うとそうではないので、20年かけますからね。なのでまずはさっき言った1月20日21日ぐらいなんですけど、もう少し例えば1月の後半とか2月ぐらいの人はどうなのっていうと、まずはきっかけだけですね。お知らせっていうものがこの3月から6月にあって、あとはゆっくりと気づきを得ながら自分のタイミングで本当の自分の力を信じてやっていくよねっていうタイミングがいずれやってくるぐらいに思っておいてください。ちょっと余談ですけども、この冥王星の動きっていうのは破壊と再生っていうふうに言われていて、ちょっと怖がられることも多いんですね。でもさっき言ったように時代が変わっていくっていうことなんです。全体のところでも言ったように時代の変化なので、みんなの無意識的集合的無意識の水面下で起こる時代の変化の中で水亀座さんはその時代にマッチしていくっていうことなんです。時代の最先端をいける気質があるってことなので、その気質をつかみさえすればいくらでも人生って展開していけるんですよね。そのきっかけが2023年にあるかもねっていうことです。これまだ2024年も続いていきますから、5年も続いていきますから、ただ先ほど言ったように前半は流れが軽くなったなっていう感じ、そして5月以降っていうのはちょっと落ち着こうみたいな感じになります。一つはね、心がほっとするとか、ああよかったみたいな安心の中にいるっていうのもあるんですが、ちょっと前半がすごい勢いがあって活性してるのでエネルギーが、ちょっと落ち着いてちょっとなじませましょうみたいな流れも出てきます。でこれは家の中が落ち着くっていうのもあるんですね。5月以降です。家の中が落ち着く。で家って別に家族とは限らないんですよね。自分の心とか今いる自分の家部屋とかそういうのもあります。ただもっと深い話でいくと、本当の自分の感覚にアクセスして安心するっていうのができる時です。よく瞑想とかされてる方はご存知だと思うんですけど、頭の中で繰り広げてるこのストーリーの中にいてわちゃわちゃするわけではなくて、深い自分の中に入っていくとそこにはいつも穏やかな空間が広がっているっていうのと同じで、
全体を通して2023年の後半っていうのはその穏やかな空間の中で自分を見つけていく、新しい視点とかですね、価値観とかですね、そういうのを見つけていくんだなって、いつでもそこに帰ったら本来の自分に戻るみたいなね、そういう流れです。はい、なんとなくつかめましたでしょうか。ちょっと1月からのお話をさせていただくと、1月13日がまずバイタリティとかですね、チャレンジしていく力っていうものが、ようやく順行に戻るんですね。これは10月末から逆行していたので、なんか進みにくいなと思っていた方は、随分とやりたいことをできるようになってきます。1月13日以降。で、さらに1月18日から思考もですね、ごちゃごちゃしてた思考というのが落ち着いてきて、なんか直感が働くとか、思ったことがすぐ現実になるみたいな、想像したことがすぐ情報が来るみたいな、そういう流れがあるので、1月の中旬からは比較的スムーズです。特にそれが1月20日からもうお誕生日迎える方も出てくると思うので、その誕生日っていうのはもう本当に自分に光がいっぱい届いてるよということで、自分のいいところ、強いところ、優しいところいっぱい見るようにしてください。その感覚で1月後半から進んでいき、そして2月っていうのは比較的ね、順調に進む時なんです。全体を通しても5月まではそうやってなんか流れが速くなるねっていう時なので、1月後半にご自身が起こした行動とか決めたこととか考えてることっていうのが、2月はそのまま想定通りに行くみたいな流れです。風は心地よく吹いているっていう感覚です。で、そして3月に入ると、先ほど言ったそのお金に対しての価値観とか、自分が主体で物事をコントロールしていく、生活やこの環境をコントロールしていけるような自分になっていく。まずは制限を1個外しましょうみたいなね、新しい視点を得るためにはできるだけクリアにしましょうみたいな流れが起きてくるって思っておいてください。また4月もね、日食とかもありますので、前半は華やかですよね。4月の話はまた3月ぐらいにアップしますが、1月だけのタロットリーディングもまたこの後すぐにしますので、心の持ち方とか気をつけることとかはそっちで見ていきたいと思います。ということで、ぜひ2023年水亀座の皆さん、思うように納得いく1年にしていってください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。